なかなか色の悪いような、パッと見ね色悪い状態なんですけど、中心部の葉っぱの色が、緑色か黄色か、そういうところが、大事になってくるんですけど、盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回はですね、葉っぱが黄色くなる、原因3つと、その対処法を、ご説明していきます。で、本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。もう登録者数がね3000人ぐらいもう超えてるみたいで、はい、この YouTube の説明欄からね、探していただいてメールアドレス登録してもらったら、定期的にいろいろYouTube とかで今まで喋った内容をね文字に起こして分かりやすくメール届きますんで、よかったらそちらでもお勉強してみてください。では本題に戻ります。葉がね黄色くなる理由いろいろあるんですけど、今日は代表的な、もう先言っちゃおうかな、3つ、葉が黄色くなる原因、1番がね、水のやりすぎ、やらなさすぎの場合もあるっちゃあるんですけども、そっちはかなり致命的な方なんで、その水のやりすぎ、やらなさすぎも入れときましょうかね。水やりですね。で2番が病害虫、ダニにやられてちょっと妙な黄色っぽさが出てきたりとか、菌にやられて色が薄くなってきたりとかね、はい、虫にやられたりとかね、いろいろ、はい、病害虫で、3番が天候、春夏秋冬いろいろある中で、天候のせいで色が黄色くなる場合がありますよと。はい、でちょっとね、これちょい後に置いといて、こちらね黄色い葉が多い木をわざわざ持ってきたんですけど、なかなか色の悪いような、パッと見ね色悪い状態なんですけど、これに関しては植え替え先日して、春かなして、で植え替えのショックでちょっと色が悪く見えるとこも多いんですが、意外とこれね古葉が今年の葉っぱじゃなくてね、古葉が色が黄色いだけだったりとかね、で黄色を通り越えて赤になったりとか、それがだからこれは自然現象、これは何か悪いことをして、植え替えはしたんですけど、植え替えしてなくてもですね、こういう古葉が去年の葉っぱが1年間ついてたら黄色くなったり赤くなったりするのはもう当然なんで、これはもう自然現象ですね。こういうのはもう気にしなくていいです。で、ほっとったらだんだん黄色から赤い、茶色っぽいかな葉っぱになっていって落ちていく葉っぱで、これちょっとねこう取ってみますとね、中心部この辺りのこれそれさらに古い葉っぱがついてる、中心部の葉っぱの色が、緑色か黄色か、そういうところが、大事になってくるんですけど、今日のお話はもう外側のもう黄色くなって当然のとこじゃなくて、中の方の葉っぱが色が悪くなってくる、黄色くなってくるっていうお話を今からしていきます。じゃあもともとこちら戻ってね、葉が黄色い原因、一番水やりなんですけど、水のやりすぎでもね結構黄色くなります。もうなんていうんですか、木が甘えるっていうんですかね、根が悪かったりの原因で、結構ね葉が黄色いっていうのはとにかくその人間でいうとこの発熱みたいなもんで、木からのね、お便りというかね、そういう感じで、黄色いと思ったら何か原因があるんですが、水のやりすぎでちょっと水多いよみたいな感じでね警告を出してくれてると思ってもいいのかなという、実際そういう意味合いで黄色くなってるんじゃないですけど、黄色くなります水のやり方次第、結構やりすぎはね、やりすぎでの黄色は結構なりやすいですね。はい、あと病害虫ですね。2番目、先ほどもちらっと言ったんですけど、黒松系は葉っぱにダニが結構つきますね。あったかいシーズンは、春から秋にかけて結構ダニが湧きやすいですね。だから先手を打って殺ダニ剤みたいなのとかね、そういう
予防した方がいいですね。ついでに殺虫剤もね混ぜてやってみたりとか、そうですね、薬剤の動画もそのうち上がるので、そちらもまた参考にしてみてもらったらなと思います。はい、3番、天候ですね。単純にね、日差しがすごい、もう雨もなくてね、もう例えば夏猛暑の間ガンガン日差しが当たるとね、結構葉緑素が破壊されるというか、単純に減って黄色くなるっていうのはありますね。ただそれで黄色くなったからいってすぐに枯れるとかすごい心配する必要もないんですけど、あんまりそうですね、激しく黄色になるようだったらちょっと日当たりの悪いとこ、涼しいところに移動させてもええのかなと、可能な限りね、多少もう比較的涼しい場所みたいな、あんまり日当たりが悪いばっかでもね良くないんですけど、とにかく最近のね猛暑とか本当に結構きついし、雨がねなかなか、うちの住んでる香川県が特になんですけど、雨降らなかったら本当にね結構うちでも黄色っぽくなりますね、夏の間はね。で高温障害みたいな、35度最高気温超えたらね高温障害みたいなのもあって、単に葉っぱと日差しだけじゃなくて根っこの方からも、暑さのせいで黄色くなってくるみたいな、そういうことがありえるんで、気をつけてもらえたらなと。気をつけようがねなかなかないとこあるんですけど、そうそう、だから、日陰が多い場所に移動させるのが難しかったら、もうその場でその松の上にね遮光ネットですかね、ある程度日差しを遮るようなネットとか、何か人工的に影を作り出すような何かね、完全に真っ暗では調子悪いんで、ちょっと太陽の光当たりながらも弱まるような何かそういうのができたら最高かなと思います。はい、今回はね主な、代表的な3つ、これ以外にも原因はあるんですけど、上からさっき言った植え替えとかね、単に古葉が黄色くなったとかあるんですけど、代表的なあたりを今回ご紹介させていただきました。はい、では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。